こんにちは。大工の塩谷です。前回ね、この床の下地までできたんでね、この上に床を張って、そして天井ですね、これを張っていきます。今回は床張りなんですけどね、まずその前にかまちを入れていきます。ちょっと普通の民家とは違います。鉄骨建ての事務所というかね、倉庫建ちになっています。ですから玄関がまちを入れるとかそんなんじゃないんですよね。サッシを入っていながら建物の中です。そして今回は入り口のサッシをそのまま残します。残念ながらここのかまちはあまり見えないんですけども、床とサッシとのこの間にしっかりとしたかまちを入れていきます。床板は杉なんですけどね、まさかかまちを杉っちゅうわけにはいかないんでね、ヒノキで入れてきます。大きさは40ちょっとの150、60ですか、これくらいの寸法になったんですけども、入り口とかそこら辺が土間仕上がりで仕上がってますから、その既存の土間に合わせていかんとしょうがないってことやね。ですから一番大きいところの寸法で作ってきてね、癖拾って、そしてそれなりにこの合わせていきます。デコボコのコンクリになってますよね。それをできる限りそのデコボコに合わせてね削っていくんですけども、こういう低いところでね削る場合はなかなかね水平に横から見て削るってことがちょっとできないんですよね。ですから隅通りにまず面取って、そこへ鉛筆でつけてやってね、そうすると角のラインが上から見ても色分けで分かるんですよね。それで大型削って、そして微調整をしてできる限りひっつけてやる。昔の4回で木を作った木造りの応用ですね。この場合はかまちつけるのは楽ですよね。定位置に置いてあって後ろからビスでもんでやれば止まります。なかなかねこういう風に楽に止めれるかまちばっかりじゃないですからね。入り口のかまちが入ったんでね、今度は 30mm の杉の根ダレスを貼ってきます。無地といっても白いのもあれば赤いの、赤白、今回は赤い方からね入り口から並べていって貼っていくようにします。もともとのこのサッシに入ってた入り口枠はもう残してあります。ですからこの入り口枠を少し切り替えてやって、そして1枚目をかまちにきちっと合わせていきます。横のコンクリの部分はねまだ下りするんで余裕見ればいいんですけど、真ん中の入り口だけをねきちっと合わせてやって、まず1枚目ですからまっすぐ通していきます。こっちのこういうのが楽な違うな。それでは癖拾ったんでね1枚目から貼ってきます。なかなかねコンクリの部分ってねビスが揉みにくいんですよね。本種の本体の部分はビス楽に揉めるんですけどね、ビスだけ揉むと奥へへっこむんで、その微調整を通りまっすぐにしてやって、そしてコンクリの部分にくさびで留めてねまっすぐにして、そして正面から打ったビスで板が曲がらないようにして、そして奥の方のビスはもう揉みません。くさびになってますから床は上がってきません。その上にまた下地しますからね、それでもう一体となって止まる方法で1枚目の床は止めていきます。この鍵盤はね本当に1枚だけ貼ってしまえばね、2枚目からはこの長さも切らなくていいんですよね。まだ5、6センチ足らなかったぐらいですからね、2枚目からは温度つけてひたすら貼っていけばいいんです。
そしてこの中間にねキッチンが座ります。床下がスペースないですからね、設備屋さんと時間合わせして同時進行で配管を立ち上げてもらいます。方向はこれから36行ったのか。あ、違う、反対やった、反対やった。そうやろ、やっぱ違うやろ。これ一寸に向ったとこかから100やから、こっちに来なあかん。こっち来なあかんね。水道さんがね、間違えました。お、出た。床下のこの電気とガスはね自分で出したんですけどね、これで床張りは完成ですね。今度はね正面の窓枠をやってきます。入り口のサッシは違ってね、この窓枠は解体の時にばらしてあります。ここに新しく綺麗なヒノキの枠で窓枠をつけてきます。下地の関係でねちょっとだけ広い枠になってしまったんですけどね、どうしても昔のクレデントですからね、サッシの鍵がどうしてもこの障子に当たってきます。ですから少しだけこの枠の幅は広くなってしまったんですけどね、建具が立てば窓の枠材の幅は全然分かりませんからね。この頃は一般にね窓枠を組むんでも大体は芋付けで組みます。芋付けで組むっていうことは長さを2本ずつ取ってスライドソーでスカッと切ってやってもう横からビスを揉みます。それがもう一般の今の組み方そういう風になってしまいましたよね。でも、正直自分も久々ですけども昔よくしてたねメチ入りで組んできます。ひっつく質感はしばらくしてないんでねちょっと自信はないですけど、せっかくですからねきちっとメチを入れて上のメチも少し長めにしてね、で上から20度か30度ぐらいでビスを揉んでやれば横から揉まなくてもこの枠しつけることできますからね。本当にね昔はこの窓枠はもちろんですけどね、大壁にしてもこの入り口枠もめっちゃ入れましたよね。でやっぱしスライド層の仕上がりが良くなったってことでね、こういうメッチ入れてわざわざ難しいことしてディスクを折って仕事するってことはなくなったんですね。メチさえきちっと作ってしまえばね、組む時でも持たなくても片手でも組めるんですよね。なかなか芋付けの枠を組むってね、組む時はうまく組めないのが現実ですね。組み上がった時でもやっぱしシカッとしてますよね。でもこの先これをずっとしていくかって言ったらやっぱししていかないのが現状なんですけどね。窓のサッシはアングル付きですからね、今も昔もアングルはアングルですから、ブロンズのビスこれもなかなか使いませんよね。このビス大事に取ってあったんで、このビスを揉めば枠は簡単に取り付きます。そして窓枠のついた面はね外壁になります。ですから枠もちょっと幅広くなったってことでね、この C ちゃんに40角のノブチを立てます。 C ちゃんに鉄板ビスで直接ノブチをつけてきます。そのノブチに横胴縁を打ってきます。
今度は天井下地をやっていきます。天井下地はね、一回床をレベルにしてありますから、床から上がってもいいんですけど、部屋が階段が入ってて変則になってるんやね。窓枠の上に天井のボードがちょんと乗るような高さで下地をしていきます。下上？上をこれで全然だからこう一軒間につけてあったらこれでもう通り見なさねえと思う。ぐるりが径点の柱立ってますから、野縁を直接径点に揉んできます。一本だけ揉んだんではね、なかなかピンと止まらないんでね、それを複数止めていくことで一体となってピンとこうやってくれますね。ですからビスは少し余計いるんですけども、数はね必要以上にこの揉むようになりましたけどね。天井下地はね、いつもの40角だけで作っていきます。ぐるぐるっとぐるりを径点に止めてしまえばね、あとはもう木造と同じです。2軒で届きますから、300ピッチでね入れてやって、それにボードを貼ってきます。もともとの天井がねむっちゃくちゃ高かったんでね、今度はそんなむちゃくちゃな大きなエアコンつけませんし、窓上でちょうど2400になりましたから、もともとよりも30も40も低くなりますけど、その方がねこの間に配線通したりいろんなことできますからね。天井はこの2400で貼ってきます。いいな。そしてこの天井下地はね900ピッチにずっとこのしっかりしたバーを渡してあるんで、それに直接鉄板ビスをもんでつないでやってね天井をつってきます。天井はね少しむくらし気味にね、まっすぐですとね人間の目ってちょっと下がって見えるんですよね。3ミリから5ミリまでですね、ちょっとこうむくらしてやってね天井は収めていきます。そしてねボードを相棒と2人で貼ってきます。この相棒はいいんですよ、文句言いませんからね。ボードとボードの継ぎ手にはもういつものようにきちっとボンドをつけてやってね、これでフラッグも入りませんしね。これで床を張って窓枠を入れて、そして天井をやってきました。次はね壁をやっていきます。以上、大工翔円でした。